はい、おはようございます。でね、ホステルの紹介しなかったんでちょっと紹介していきます。サンフアンっていうホテルですね。でね、中庭がねめちゃくちゃ美しいんですよ。こんな感じです。中庭めっちゃ綺麗、鳥飛んでるし。で、部屋がそうちゃんと南京錠もあってね、しっかりしてますね。部屋はこんな感じです。トイレとねシャワーがついてるんだよね。めちゃくちゃ良くない？これで200ペソ。ちょっと高いんだけど、レアルデカトルセだったらもう最安だと思う。200ペソが。今ね8時半なんですけど、チェックアウトがちょっとわかんないね。多分11時とかだと思うんだけど、それまで少し街散策してきます。裏道来ました。やっぱりね好きっすね、街並みが。この山といい、石で作られた家、あとカラフルな家とかね、美しいっすわマジで。こういうなんか廃墟っぽい建物とかもいいっすわ。昨日ペヨって食べて、でいろいろなんか動画で多分話してると思うんだけど、ちょっと後でね後日談的なの話そうかなって思います。なんかねいろいろ感じたことあったから、後で話します。とりあえず今はちょっとレアルデカトルセを散策したいですね。何回も言ってんだけどネットがないから調べれないんだよね。とりあえず街回って、その後どっかで Wi-Fi 借りてちょっと調べます。はい。ミラドール来ました。レアルデカトルセって書いてある。いいっすね。景色はどんな感じなのか。おお、高いね。2700ぐらいあるから、やっぱきついっすわ。歩くとすぐ息切れする。ちょっとあれ見てほしい。白いの見えるかな。ここにある白いやつ、あれ全部霧っす。今日朝早く起きて7時半ぐらいに霧見たかったんだけど、正門っていうの扉が閉まってて外出れなくて霧見れなかったんだよ。なんか前に見たブログにその朝方霧がこう街全体にバーって広がってめちゃくちゃ幻想的な世界が広がるみたいな書いてあった気がするんだよね。それ見たかったんですけど、もう霧晴れちゃってますね。ただ下の方はまだ霧がある。おー、えぐいな。いやはいってことで、ちょっとこの景色いいところでペヨテの話します。後日談。まず昨日起こったその症状話していきます。1時半にペヨテを食べて、でそこから村移動して30分ぐらいだったんですけど、車降りてでこう歩き始めた時にすげえなんか気持ち悪くて、症状として一つが吐き気がすごかったですね。でその休憩した時も木陰があって休憩したんですけど、その時が一番なんか吐き気がやばくて、
もうなんか手突っ込んで吐こうかなって考えたいぐらいもう気持ち悪かったですね。多分動画でも言ってると思うんだけど、はい。まあそれが1つ目で、2つ目がずっとなんかねふわふわした感じでしたね。なんだろうな、なんかこれ説明しにくいんだけど、なんか魂がこう抜けた感じ、ずっとそれを感じたのがレアルデカトルセ着いて、でホテルで Wi-Fi ちょっと借りてこう椅子に腰掛けた時になんか不安ってなったんですよ。でなんかどっとこう疲労感が出てきて、でそこからまあずっとなんかホテル探しだったり歩きだったりしてたんで、なんかそのペヨーテに集中できてなくて、でなんかそのふとした瞬間にまたこうふわってなる感じが多々あった気がします。で次3つ目が高揚感。なんかずっと楽しかった感じ、テンション高かった感じがしますね。そのレアルデカトルセについて街がめちゃくちゃ綺麗で、まあ、それもあってかすごいなんかテンションが高かった気がします。動画ではなんかすごい疲れててテンション低く見えるかもしれないけど、なんかずっとやべえこの街みたいなのはなんかあったね。すげえ興奮してた気がします。で4つ目が時間がなんかゆったりしてる感じ。こう時間見てもあれまだ3時間しか経ってないのみたいな、その時間のズレみたいなのも感じました。はい。で次が5つ目がまあ満腹感。なんかこれも夜になってで、まあ普通なんか腹減るじゃないですか。バナナとかしか食ってなかったんで。なのになんか腹減ってない、まあ満腹感っていうか、なんかもうなんだろう、満たされてる感じ。そのやべ腹いっぱいとかじゃなくて、もうなんか食べ物いらないみたいな感覚ですね。それがずっとありましたね、昨日の夜は。まあ多分一日中そうだったのかな。バナナしか食ってないのにお腹減んなかったですね。まあ最後が幻覚はてなみたいな感じ。まあ幻覚なのか分かんないけど、まあそれも動画でね説明したんですけど、まあ光、その目を閉じた時にすごいなんかチカチカしてたみたいな、なんか月明かりの色の光がずっとチカチカしてる感じでしたね。はい。まあそんな感じです。ずっとね考えてて思ったのが、やっぱりその食べてからヒッチハイクして歩いてレアルデカトルセまで来て、でそこからホテル探ししてって言って、まあ、ずっとなんかそれに集中してたんで、ペヨーテのことをね完全に忘れてたからね、もしかしたらそのペヨーテに全集中してたら幻覚とかもねめちゃくちゃ見えてたかもしれないし、なんか次回はもっとね環境を整えてそのペヨーテに全集中したいなって思いますね。まあなんか総じて、まあ、やってよかったなとは思います。なんかペヨーテを求めてレアルデカトルセまで来てね、いろんなものに出会えたから、まあ、その昨日言ったけど歌もなんかめっちゃいい歌に出会えたし、まあ、このねレアルデカトルセの景色にも出会えたし、道中ねいろんな優しい人とかにも出会えたし、なんかずっとグアナフォト出てから3日間ぐらいペヨーテを探す旅に出て現実にかけられてたのかなみたいなね、なんかずっと夢の中にいた感じ。これ言うの忘れてたんだけど、先住民ウィチョル族とかネイティブアメリカンが、まあ、その儀式としてペヨーテ使ってるんですけど、やっぱりその先住民とかに対してリスペクトを持ってペヨーテをいただくっていう気持ちはあった方がい
いいかなって思います。なんかね、最近観光客が増えて、そのペヨテ狩りで乱獲が増えてるらしくて、そのね、絶滅も危惧されてるみたいな感じなんで、やっぱり取りすぎとかも良くないし、ちゃんとリスペクトを持ってやることが大切なんじゃないかなって思います。はい、そんな感じです。はい、レアルデカトルセとバイバイしますってことで、次の目的地がグアダラハラってとこで、3日後にね、そこからフライトがあるんで、そこを目指します。500キロぐらい、多分ヒッチで行くかな。はい、そんな感じです。これ歩いて行けんのかな。caminando ¿qué? Está mucha tierra, está muy gasoso. ¿No? Está muy gasoso y hay mucha tierra. Mira cómo se ve. Pero, ¿o qué? No, pues ahí como quieras, ahí si quieres dale ahí por la orilla, nomás que como te digo hay mucho y si llevas con qué cubrirte de perdido. Ajá. オッケーオッケー。トンネルなんだけど、めちゃくちゃ長いトンネルでガスがやばいらしい。多分排気ガスとかなんでマスクしていきます。確かになんか砂ぼこりとガスの匂いすごいっすわ。こんな感じで布を巻いていきます。ちょっとやばいかもな、奥行ったら。だいぶ曇ってるぞ。ヒッチしようかな。いやでもな、車来ないかな。待って、何キロぐらい続くのこれ。だいぶ長いぞ。多分普通に1キロ以上ある気がする。ちょっと早めに出ます。はい、結局ね、トンネルで乗せてもらってセドラルっていう町まで送ってもらいました。これ多分前々回ぐらいの動画で行った町っすね。ここからまたサンルイス目指してヒッチハイクしていきます。はい、やっぱヒッチハイクいいね、最高っすわ。荷台に乗ってさ、風感じながら自然とか見て、なんだろう、サンペドロ食ってから、サンペドロじゃない、エヨート食べてからちょっと自分の中にあったスピリチュアルな感情みたいなのがちょっとだけね、開花してる感じする。なんか一つ一つの出来事にね、感動しますよ。ヒッチハイクいいっすわ。なんかね、いろんな人に出会えるし、いろんな景色に出会えるし、おすすめはしないけどね、もちろん危険もあるんで、はい、そんな感じです。引き続きね、ヒッチハイク続けてグアダラハラ目指します。